島市から南側尾鷲ぐらいまでがちょうどリアス式っていう入り組んだ地形があって、アジとかサバっていうのは三重県で一応県下一の水揚げ持ってて、この辺は海女さんはあんまりいないんですけど、海部さんって言って男の人が潜る漁でアワビとかサザエもありますし、あとはアオリイカ、もういろんなもの取れますね、漁場的には。漁場が豊かである一面と、あとは人にとって都合がいい一面があって、ご存知のように三重県って台風の通り道でもあるし、でそういう場合にやっぱり海が荒れるんですけど、リアスの内湾があるとそこにいろんなものを回避できたりとかっていう部分でこの地形っていうのが養殖には適している。水温域も含めてタイが一番育てやすいっていうので今タイになってます。遊泳水産基本的にはマダイの養殖、小さな定置網も持ってるので、そこでは天然物も取ってます。それを販売する卸の方で、あと小売り、タイっていうのがどういう魚なのかリアルで見たことがないし、わからないお客さんが非常に多くて、それなら僕ところのタイはこう育ててるよっていうのをちゃんと見せよう。養殖と取る方両方をセットにしたのが漁師体験です。でまずは餌やりに行って、タイの養殖ってこういうふうにやってるんですよ、こういう餌を作ってるんですよっていうところをまず知ってもらって、どうしてここで養殖ができるのかっていうことを説明すると、そのリアス式とか豊かな海、じゃあ天然物取りに行きましょうかって言って天然物を取りに行く。そこで取れたものをお家に持ってもらったりとか、ゲストハウスでさばいて食べてもらう。取れたものをちゃんと無駄なく恵みっていうもの、命ってものをいただいてもらうっていう過程まで持っていったという体験にしてます。みんな最初は怖がりますね。生きた魚を触ること自体が怖かったり。この三重県では結構大きい方です。全部で30台ぐらいイカダを持ってるんで、三重県のブランド鯛の伊勢マダイって言います。タイになる体験っていう、この生けすの中で泳いでもらう体験があるんですけど、それはやっぱり餌をやった後にやるので、その餌を食べてる姿が、イメージ的にピラニアとかガバガバガバっていう、目で見た後にそこで泳ぐってなると自分もそうなるんじゃないかっていう恐怖心とかで、あと本当に噛まれる人もいます。天然物って基本的に人に食べてもらいたいがために育ってないんですよ。この地球の中の一つの一部として生きてるんですね。やけど養殖って僕ら育てる漁業っていうのは基本的に人に食べさすためにやってるんですね。食べてもらうためのものを作ってるんですよ。でもそれもちゃんと命があるよ。一緒に泳いだりすると本当にインパクトが強くて、泳いでる姿っていうのがすごい綺麗だったりとかで、こういうふうに泳いでるんや、こういうふうに餌を食べてるんやっていうのを目の前で見ると、その価値っていうのが生き物になるんですね。だからタイになる体験をした後にタイを食べる時に泣いた子もいます。だからそれぐらい感受性が強くて、命っていうものをやっぱりありがたく思ったというか、かわいそうという方に転換する子もいるし、それはもうすごいいいことかなって。ただきっと年齢が経つと、これは人が食べるために育ててたやつやなと思ったらまた食べてもらえるかもしれないし。だいたいタイの養殖で2年ぐらいなんですけど、クエに関しては4年かかりますね。このクエっていうのは共食いをすごいするんですよなのでそれが問題で、うちところはさばき体験もやってるんですけど、取れてすぐにさばくとまだ心臓が動いてるんです。でこれが胃袋ですね。
自然界のやつには寄生虫とかも多かったりするんですけど、養殖でもう餌も管理してるので比較的少ない。もうすっごい美味しいですよ。肉でいうホルモン系ですよね。基本的にはクエを食べに行ってもこういうのはなかなか食べれなかったりするので、これがクエの心臓ですね。動いてる動いてるよ。朝閉めただけやでな。この心臓を食べるとその魚の味が分かる。タイならタイの味があるし、クエならクエの味があるし。タイの場合なら本当に小指の爪ぐらいの大きさの心臓で大きなタイが生きてるっていうことを知るだけでもその命の価値っていうものに気づくはずなんですね。この辺の部位、身、この辺の身、こっちこっち、それもこの唇で、ましてこういう内臓系なんかを食べたら感覚が違うし、そういうのも生産者しか僕らからしか伝えられへんから、みんな与えられたものだけを食べてる人の方が多いんで、気づいてくれるとやっぱり食べ方が全然変わりますよね。だから僕らが育ててて売ってる魚はもちろん捨てられてる部分もいっぱいあると思うんですね。それが僕らにとってはすごいショックというか、それなら一人でもちゃんと一匹が食べれるような人たちを増やした方が僕たちの仕事としてのやりがいっていうのは比重が大きくなるよね。だからこれはおまけです僕で一応3代目になります。でその帰ってくる前に僕世界一周に近いだけいろんな国を回ってたんですけど、やっぱり自分の頭の中に脳裏に残るものって自分が手で体験したもの、嗅いだ匂い、見たもの、触れたもの、聞いたものっていうのしか頭の中には残ってないんですよね。楽しさっていうのは豊かさやと思うんですよ。で、人の欲望って底なしじゃないですか。でも底なしなんやけど、一本の底なしではなくていろんなところに底があったりするんですよ。だから知識とか経験っていうのは自分の中のこの豊かさとかいろんな底なしの欲求のツボをいっぱい増やすと思うんですよ。だからその中にちょっとずつでもものを補っていけるっていう。だからそうするにはやっぱり経験で、あとは時間を無駄にしない。時間を無駄にしないってことは自分の時間を上手にコントロールできるとかっていうことをやっぱりちゃんとやっていったら楽しいですよなんかとんでもないことが起こっても次の日になると急に解決策が見つかったりするんですよ。そういう経験値になるように僕はタイを使ったりクエを使ってさばけるようになることで一つスキルが上がる。それが自慢につながることになる。きれいにさばいて食べさせれることでみんながすげえって言ったらその人はもうすごい有頂天になれる。楽しい場ができるっていうためのツールは僕らも出せるので、タイという武器があるので、だからそういうのがいろんなところでリンクしていくときっと面白い社会が生まれますよ。皆さん楽しんできてもらってますし、基本的にリピーター率がすごい高いと思います。で、初めましてって言ったら僕初めてじゃないんですっていうお客さんがいてて、えって言ったら一度親に連れられて体験しに来たことがあって、で今度この子と結婚するんですけど、彼女が海が見たいって言ったから海でイメージして思い出したのがここだったんで連れてきましたっていう。僕らのやってる仕事ってすごいことをやってるはずなんですね。でもそのすごさっていうのは誰も知らないじゃないですか。
今漁師っていう海の仕事をやってる人間って基本的に人口の 0.1% しかいないんですね。僕らの業界のこのいろんな論文とかいろんなものがあるんですね。学者さんが出したものとかいっぱいあるんやけど、現場から上がってるものってほぼないに等しい。論として漁業の現場から見る視点を伝えながら、今度はそれに対して誰かが反論なりプラス論をつけていってもらえるように、ちゃんと学術的に残せれることが一つの価値を上げるものだと思うんですね。僕らのこのやってることに対してちゃんと刻みをつけていこうかな。僕の人生観、まあ生きてたらいいかっていうのはあるんですけど生きてること自体がちゃんと何か役割を果たしてるんだと思うんですね。今回のコロナも必然的に起こるんですよ。自然界ではもう当たり前のようにあって、20万匹魚飼ってると必ず起こるんですけど、1万匹2万匹簡単に死んじゃうんです、一瞬で次の日になったらって。僕ら一次産業って言われる漁業の人たちは知ってるし、農家さんもきっと知ってますよ。どちらかというと自分の意思であんまり生きてないんですよ。生かされてることの方が多いんですね。台風が来ると僕らは行動は起こしますけど、それって自然任せなんですよね。ってことは僕の今立ってるこの場所っていうのは、僕が生かされてるだけなんですよ。なら生かされてるんなら生き続けようと思うから、なら何するっていう話で。金勘定だけの社会ではないと思うし、でそこをもちろん追求しないと従業員も子どもたちも飯は食わせられないのも分かってますけど、でも自分の中でどっかやっぱりそこじゃない部分っていうところに比重があって、そこがなくなったら僕の今ここに立ってる意味がないんじゃないかな。